日本史興行と実朝。千万後の源実朝が8歳になった年、将軍頼家に男の子善哉後の興行が誕生して、将軍家は喜びに包まれた。しかし後にこの興行が実朝を暗殺するとは誰も想像しなかった。興行と実朝のその後を詳しく見ていこう。千万実朝は1192年建久3年、源頼朝が征夷大将軍になった年に、頼朝と北条政子の次男として生まれている。乳母は政子の妹阿波局とあの全成が務めた。善哉興行は1199年正治元年、頼朝が逝去した翌年に後を継いだ第二代将軍頼家と正室で足利重長の娘辻殿との間に生まれた。辻殿の父足利重長は三河源氏の出身で、母は頼朝の叔父源為朝の娘であった。そのため生前の頼朝は正室の辻殿の解任を知ると、善哉を頼家の後継者にする構想を持っていたと言われ、乳母には三浦義村が任命されている。ところが比企氏の乱で北条時政が比企一族を滅ぼして、頼家もいずれ幽閉された後に暗殺されている。時政はまだ12歳の千万を将軍に据えようとする。後鳥羽上皇が名付け親となり、実朝と改名した将軍の後見人として時政は幕府の実権を握った。頼家を失った辻殿は善哉がまだ4歳の時に出家している。政子は北条氏が頼家を死に追いやった罪滅ぼしの意味も込めて善哉の面倒を見たという。善哉が7歳になると、政子は三浦義村と共に着工の儀を行い、実朝の有志にしている。12歳になると鶴岡八幡宮で受戒して円成寺に入門した善哉は興行と名を改めている。1217年建保5年、興行は18歳になると政子に読み戻されて鶴岡八幡宮の別当に任命されている。鶴岡八幡宮に参籠した興行だが、一向に髪を下ろすこともしなかったために人々は怪しんだという。一方の実朝は幕府の実権者が時政から義時に変わったが、相変わらず名ばかりの将軍のために和歌や蹴鞠に精を出した。また突飛な話だが、大型船を建造して中国に渡ろうとして失敗している。1216年建保4年、中国の僧侶が実朝に「前世であなたは中国の鷹山の長老で、私はあなたの門弟だった」と告げられる。すると実朝は以前に同じ夢を見たことがあると語り、僧侶の言葉を信じて中国の鷹山参詣を思い立ったという。しかし建造した大船は浸水するとすぐに由比ヶ浜に沈没したという。この時義時らは神がかりとなった実朝を見て何と思っただろうか。そんな実朝後鳥羽上皇は官位を与えることで思うがままに操作しようと考えたのである。後鳥羽上皇は武家では初めての右大臣に実朝を任じた。実は
頼朝の時代にも右大臣就任の話があったのだが、政子は官位を受ければ朝廷の思いのままになると頼朝に辞退させていたのである。ところが実朝は朝廷に接近して政子たちの意向を無視して官位を受けてしまうのである。頼家よりはましだと辛抱していた鎌倉の御家人たちには、大戦を建造して浪費して朝廷から官位を受ける実朝は頼家よりも悪いと映ったのかもしれない。この時点で義時や義村をはじめ大半の鎌倉の御家人たちは実朝を見限った形跡が見られるのである。1219年承久元年正月、右大臣拝賀の儀式で実朝は公暁に暗殺される。公暁は実朝が父頼家の敵だと信じて強行に及んだのだが、頼家が暗殺された時、実朝はまだ12歳の子供であった。公暁を誰かが洗脳して実朝を暗殺させたと考えられるのだが、一番可能性のある人物が三浦義村である。乳母である義村なら簡単に公暁に親の敵は実朝だと思い込ませて暗殺させることも可能のように思える。ところが政子や義時をはじめ鎌倉中の御家人たちが朝廷に接近する実朝を見限っていたとすれば話は変わってくる。実朝が暗殺され、義村によって公暁も誅殺されたことにより、源氏将軍は3代で継えるのである。実朝暗殺の2年後に承久の乱が勃発して、鎌倉幕府が朝廷軍をも倒していることを考えれば、御家人たちの思いは、もう朝廷にへつらう源氏の将軍などはいらないと考えていた可能性は十分にある。承久の乱の後、北条義時が政所と侍所の別当を兼務して鎌倉幕府の最高権力者執権に収まるのである。名ばかりの将軍を京都から迎えて、北条義時が中心となって日本初の実質的な武家政権が誕生している。武士による武士のための武士の政権の誕生である。だとすれば、源実朝と公暁は北条義時や三浦義村、そして多くの御家人たちの総意と協力によって消されたのではないのかという疑問が大きく膨らんでくるのである。